こじらせハウスへようこそ。あきです。前回ビルトイン食洗機を求めたあきにキッチン総入れ替えを提案してきたもへじ。我が家のキノコキッチンがランクアップですと。そして浮かれさせておいてラストで地に突き落としてくるというまあまあのクセ者もへじ。落とすキッチン浄化計画が怒涛の展開に。秋にこのキッチンが外せるか外せないかは一旦置いておいて、緊急性の高いこの食洗機導入計画を何より最優先したいところなんですが、今回のこのキッチン DIY ものすごく DIY するんですよ。ものすごく。どのくらいかと申しますと、なんと全部です。窓枠、幅木、カップボード、壁紙、照明、床、極めつけに天井まで。いやー、考えただけでも恐ろしい。今回もできる気が全くしてこないわけなんですが、何にせよ最初に新しいキッチンが入ってしまうと絶対にやりづらい。傷つけないよう終始気を使わなければならなくなるので、ニューキッチンはなるべく後の方で入れることにしました。というわけで、日々このアタスがキッチンを外すシミュレーションを脳内で行いつつ、他の DIY からずんずん進めていこうと思います。早速、Let's DIY! とはいかないんですね。と言いますのも、前々回うっかりかっこよすぎる予告を作ってしまい、言うてもうてますからね。ハリボテでは視聴者さんも秋も誰も納得するわけがないんですよ。まずこのお片付けが大の苦手な秋がやるべきことはただ一つ。そう、断捨離、そしてお掃除です。そんな今回のメニューはこちら。1、カップボード、キッチン収納、冷蔵庫の全出し&断捨離。2、引っ越し以来約10年見て見ぬふりをされ続けた冷蔵庫裏と上部のお掃除。思いのほか動画が長くなってしまったため、3と4は次回後編でのお届けとなります。いやー、それにしてもやりたくないし見せたくなさすぎる。しかしもう後には引けません。やるしかない。全身鉛化した重い腰を上げ、この魔のキッチン浄化への第一歩を踏み出すとするか。ちなみに2から先は全て閲覧注意となっております。皆様、引き返すなら今です。前回私秋の主婦としての力量の低さが露呈したわけなんですが、そもそもこの見て見ぬふりの集合体のようなキッチン収納が私の主婦力をより地中深くに追いやっていると思うんですよ。全扉の向こうに私にとってのストレスがギュッと詰まってる。もう基本冷蔵庫含め全扉開けたくないんですね。情報量多すぎて。アナ雪で言うと扉を開けたがるアナを見て眉を潜めるエルサ側の人間ですね。もういっそ心閉ざしてレリゴーしてしまいたいといくら手を振りかざせど氷の魔法は出てこないし、近くに手頃なノースマウンテンも見当たらない平野住まいなので、諦めてさっさと全出ししていきましょう。こうして負の無限ループを断ち切るべく毎度ノープランな全出しがスタートいたしました。全出ししてる間に主婦力は地に落ちたくせに DIY に対する想像力だけ一人前な秋の理想を詰め込んだキッチン激変プランをご紹介します。3、2、1。どうでしょうか。面倒な収納云々は一旦置いといて、理想の外観だけをご提案。プランナーとしては最低ですが、客も自分なのでまあ OK でしょう。このズドンと長く突き抜けた木材カウンターをこのキッチンのメインキャストにしたい。つまりカップボードの開き戸部分から上は全撤去となります。中身はお皿たちどうすんねんと思いますよね。私も皆さんと同じ気持ちです。そもそもこの真ん中から上だけ取れるのかどうかもやってみなきゃわからない状態。最悪この上から下まで全破壊ってこともあり得る。なんてハイリスクなプランなんでしょう。てなわけで今回また収納が減るどころか丸々なくなる危険性もあるため、断捨離も激しめにしていかなければなりません。ちなみに DIY スイッチが入っていないお片付けの秋は水色パーカーを着用。氷に閉ざされたブルーな心の中を表現しております。言うてる場合か。今回全出しといっても全てを出すにはスペースが足りないため3箇所に分けての全出しとなっております。今カップボード下の引き出し部分ですね。おーっと、まだ1箇所目だというのにもう頭を抱えております。先行き不安。はい、これですね。断捨離の最大の敵と言っても良いでしょう。子供たちがくれるお手紙。捨てれんこんな。少しでもキッチンに立つ苦痛を和らげるため冷蔵庫に貼ってあります。尊すぎる。カトラリーも断捨離していきます。やばい。何の夕飯の支度もしてないのにこんな時間。仕分けし終わったので取り急ぎ戻します。そもそもやりたくなさすぎてやり始める時間が遅すぎました。時間の管理が苦手なのも昔からです。しかも謎に変なスイッチが入って途中でお風呂の床置きし漬けまでしてもうてます。一体何を考えているんでしょうか。後から冷静に編集してみると自分の行動の支離滅裂さがよくわかります。こちらが現時点での断捨離成果です。翌日2パート目、食器と釣り戸棚部分に入ります。食器は残すもの以外を出していきます。
食器棚には私の本や雑誌スペースも、秋のお悩み遍歴が一目瞭然となる周知ゾーンとなっております。これは新婚当初真面目に頑張っていたあの頃、献立に悩みつつもクックパッドをファイリングして工夫していた様子が伺えます。手書きのレシピも発掘されましたからのこの本、いつしか料理が苦手を通り越し苦痛という境地に到達。さらには余裕がなくなりイライラする毎日。子育ての本に助けを求め、最終的にアンガーマネジメントまでたどり着いております。ひろゆきは面白くて好きなだけ。こちらは趣味のお絵描きですね。人体デッサン。まだ読んでないひろゆきと趣味のデッサン以外は手放すことにします。釣りと部分もどんどん出していきます。来ました。キッチン最大の見て見ぬふりゾーンにして、片付けても秒で埋まる魔のスペース、カウンターでございます。薬。賞味期限切れてる。缶なのに。缶は永久不滅とでも思っているんでしょうか。愚かですね。捨てられないやつ。なんと5年保存水の賞味期限切れが発覚。そんなことある5年って意外とあっという間なんですね。皆さんそろそろ呆れてきてません？大丈夫ですかね。2パート目全出し完了。圧巻ですね。あまりの光景にしばしフリーズタイムでございます。前回スーパーに買い出しに行くことが苦手というお話をしましたが、この状況ととても似ています。とにかく情報量が多すぎるため、行っただけでもう軽く脳がパニック状態になるんですね。そしてもう早く帰りたい気持ちでいっぱいになり、必ず何かを買い忘れて逃げるようにスーパーを去ります。昔目の前がスーパーだった賃貸の頃、小さい長男を連れ焼きそばの麺だけを買いに行き、焼きそばの麺を買い忘れて他のものを買って帰ってきたことは未だにもへじから突っ込まれております。忘れる距離でもないのに何しに行ったんやマジで。この状況を打破するべく、このチャンネルでもよく使わせていただくお気に入りのフリー BGM を聴きながら作業します。ごめんなさい。疲れ切りませんでした。私たちやったよ。やだ。全部録音してるからね。いいよ。ああ、いいの。中の俺の王子、私は王子。謎のテンション。何あのテンション。月曜からどうしたらあのテンションになるわけ。低いよりいいか。テンションをね、上げればいいからね。早いな、帰ってくんの。こっちも。何怖いんだけど。発熱だって奥さん。娘発熱ですって奥さん。
自転車で迎えに来てくれるの？カゴに入れて持って帰ってくる。はあ、お迎え行ってきます。続いては冷蔵庫の断捨離とお掃除をやっていきます。この雑然さが伝わりますでしょうか。一応整理しようという痕跡は感じられるんですが、なんせ投げやりに見えます。というか投げやりなんですよ。料理に対する愛情のなさがこの冷蔵庫に顕著に現れていますね。使いにくいなぁと思っても改善せず力任せに突っ込む。奥の方のものは安定の見て見ぬふり。結果知らないうちに得体の知れない何かが培養されていたりします。先に言っておきますと、今回この冷蔵室からは得体の知れない何かは登場しないのでご安心ください。万が一皆様にお見せするのがはばかられる何かを映す際には必ず注意勧告し、安心安全にご覧いただけるようになっております。とはいえこの冷蔵庫内は何年も掃除してないわけではないため、皆様のご期待に沿うような事件は起こらないはずです。サクサクガサ入れしてまいりやしょう。聞こえますか？この定期的になる開けっぱなし警告音、これが地味に気持ちよせかされ集中力を持ってかれます。普段は大事な機能なんですがね。爪多すぎ問題。21年やば。ここですね。一番ストレスなここ。毎回このように何かが落ちてきますよ。使いづらい。用途が合ってるか分かりませんが、粉物が全部詰め込まれています。奥の方が見えないのでこの機会に整理しましょう。棚板はすべて洗ってから戻します。こんな高かった？合ってるこれ？まさか棚の入れ方がわからなくなると思っておらずテンパる。意外と複雑なんですね。何だったっけ？何だったかな？何だったってことでいいや。絶対違う気がするんだけど。再びわからなくなる。これも絶対違うね。あ、こうか。絶対違うな。このタイミングで長男の友達襲来。ちょっと動画見よう動画。分かった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 。反対だ。なんとこうだ。先ほどのようにどういうわけか陽キャに育った長男、友達の襲来が絶えません。ありがたいことですが、陰キャ育ちのお部屋メーカーにとっては脅威でしかねえ。おかげで夕方の我が家はカオス。それに加えて定期的な警告音。ただでさえ極小のワーキングメモリが悲鳴を上げております。どうか温かい目でご覧くださいませ。冷凍室をサクッと終えます。そろそろやる気も元気も底を尽きてきたことだし、野菜室は適当でいいやなんて舐めた考えを吹き飛ばす衝撃映像がこの後お目見え。見たくない方は目をそらすか。画面右上部分に癒しのセーフティーゾーンをご用意しておくので、皆様各自うまいこと中和して乗り切っていただければと思います。いきますよ。トマトの最終形態、瀕死のさつまいも、干からびたみょうが、カオス。この上段奥の方はかがんで見ようとしない限り見えない死角となっており、ひとたび足を踏み入れたら最後、どんなに新鮮で生きのいい野菜でも変わり果てた姿で発見されるという恐ろしいデスゾーン。もう二度と生鮮食品を置かないことをここに誓います。ほんといろいろやばい。
帰りたい。ここがお家です。残念ながら全信頼を預ける歌丸ちゃんでこすっていきましょう。謎のメッセージが思わせぶりな場所から謎のメモを発見。読む頃になになにこれを君が読んでいるということは、私の身に何かが起きたということだ。的なことは残念ながら書かれていませんでした。故障のサインが書かれていました。なぜここに？冷蔵庫の整理と掃除が終わったので、いよいよ裏ですね。10年見て見ぬふりし続けた冷蔵庫裏をついに直視せねばならない時がやってきました。皆さん、冷蔵庫が意外と簡単に動かせるって知ってました？私は今回調べて初めて知りました。動かし方はどの冷蔵庫も大抵同じだそう。先ほどの思わせぶりなメモが出てきたカバーを外すと出てくるこの黒いネジ、これを反時計回りに回すと簡単に回ります。左右両方回すとロックが解除され簡単に動きます。反時計回りがわからなかったら左手方向から右手方向に向かって回しましょう。こんなに簡単に動いてしまうと分かってしまった以上、今後重くて動かせないは掃除をサボる理由として使えなくなってしまいました。無念。さあ皆様、心の準備はよろしいでしょうか。先ほど同様右上セーフティーゾーンもご活用くださいね。いきますよ。これはまるで誇りの土石さながら土石流が去った後の限界集落といったところでしょうか。そら癒しの猫ちゃんも時空を超えて興味津々になるわ。こちらはよくできたお化け屋敷ですかね。怖いですね。とりあえず掃除機で吸ってみる。ベタついたホコリが張り付いてて吸いきれない。細いノズルが詰まりました。これは吸気口ですかね。よくぞまあこんな状態で故障もせずキンキンに冷やしてくれていたものです。掃除は上からというセオリーがありますが、この場合足を踏み入れる場所を確保しなければ始まらないため、まずは下から攻める以外にありません。先人の知恵も役に立たない荒ぶった現場でございます。そして結婚当初から13年活躍するこの冷蔵庫、実はこの時点でまだまだ壊れるまで使うつもりで今回塗装する予定でした。そのつもりでこの後穴ぼこのパテ埋めまで行っていますが、編集している今現在買い替えという決断に至っております。心変わりのきっかけはある日、何の前触れもなく唯一のママ友宅の冷蔵庫がなんとたった6年の生涯に幕を下ろしたことです。くしくも我が家と同じメーカー、突然の出来事に大慌てで中身をご近所に間借りし、新しい冷蔵庫の選定をする友人、しかも電気屋で在庫あり即納のものから選ぶため、希望の色とは違うわ、お高いわ、まるで近い将来の我が家に起こる事態を体現してくれたかのよう。これは神からのお告げに違いない。よし、壊れる前に買い替えようってなわけで、キッチンとともにこの冷蔵庫も買い替えとなりました。あと少し頑張ってもらいましょう。冷蔵庫上もまあまあな汚れ具合。セーフティーゾーンは清流の映像でございます。心が洗われますね。
むずい。無理だ、買い替えたい。取れる。面白いグミに取れるぜ。ゴミのようだ。